ブレアーティザンブレッドの、徳井Norihiroです。愛媛県松山市で、パン屋を営んでいます。好きこそものの上手なれって言いますけど、パンが好きで脱サラなんですけど、28からなんですよ。で自分が将来小さなお店を持ちたいなとパン屋さんに修行に出てって感じですね。パンだけが唯一オーブンに入ってもまだ生きてるという、パンにこう生かされてる感じがしてますね。それまですごいパン作りに悩んだ時期が長くて、でその北海道の生産者さんにお会いして自分の進むべき道が見えたというか、24時間365日ずっとパンのことを考えてるぐらいじゃないと、そうじゃないと競争に勝てないですね。パン作りがうまくなりたい。中で作ってもらってですね。便利ですね。便利なんですよ、これ切らなくていいんで。そうですね。10年ちょっと前に北海道行きまして、で生産者さんとつながりながら、パンを作ることがとても心地よくって、国産縛りで今はね23種類ぐらいあるんですよ。で毎年こういう方に会いに行くっていうのが僕の仕事のやり方で、それまですごいパン作りに悩んだ時期が長くて、これは石臼ですね。でその北海道の生産者さんにお会いして時に自分の進むべき道が見えたっていうか、酵素活性っていう酵素の活性が強いので香りよくって美味しくなりやすい。好きこそものの上手なれって言いますけど、まさにそれでですね。そう田淵大輔ですね。製造の店長を任せてまして、もう基本的に製造の大部分を、厨房をコントロールしてもらってて、すごくパンが好きで、僕と一緒に仕事するのはもう最低限パンが大好きという人じゃないともうダメなんで、彼はそういう点ではパンがとても好きで、責任感も強くて、追い込まれれば追い込まれるほど燃えてくるという。そうかもしれないですね。一番シェフが動きやすいようにと思いながら考えてやってます。作ること自体が好きなんでね、何日もかけてからすごく作るんですけど、この発酵とか知れば知るほどって感じですよね。近くにおるだけで教わることっていっぱいあるんで、できればそれはついていきたいですけど多分体力のある限りは自分自身も挑戦していけたらいいかなと思って。そうですね、もうひどかった時代ですね。無理やりやっぱりやらされるので、自分がやれって言われてもね、なかなかですね。8時間で仕事終わんないですから全然。そうですね。だいぶ厳しい時代にはなってきましたけど、そう言ってると職人さんいなくなるので、現代のそういう働き方改革をしながら昔の厳しさも残していかないと。働きやすいです。やっぱりいい職人さん生まれてこないので、やっぱりクオリティをしっかり保っていくとか、その辺を特に厳しく言ってて、このパンの一部しか作れない味っていうのは作れるので、マヨネーズなんかも作ったり、クリーム系カスタードクリームから始まってバタークリームとか自分で全部作るようにしてます。これは添加物の関係もあるし、あとは味の調整もできるし、奥行きが欲しいんですよね、味に。アルガンとレーズンとホップを併用するとか、酵母だとか乳酸菌だとか目に見えないものを
相手にしているというかですね、食べ物でも珍しいんじゃないかなと思うんですよね。酵母はオーブンの中に入ってもまだ生きてるので、多少は本当に生き物なのでうまくいかないことがかなり多い。その辺をこううまく操りながら、パンを作っていくのができた時のこう喜びが大きいというか。店のショーケースで保存してるんですね。10度で12時間ぐらい発酵して、フースラント法っていう成形冷蔵法です。昨日の夜7時ぐらいに成形終わって、10度で今日の朝の7時ぐらいまで発酵を取って焼くっていう。あとは特にね、独立希望であれば、職人なので24時間365日ずっとパンのことを考えてるぐらいじゃないと開業してからなかなか大変だと思うので、はい、その辺をいつも口酸っぱくして出てます。寝ても考えとけと。とかそれに行ってもいつもこれはパンに生かせないかなとか、ちょっと考えながら日々暮らしていくことが大事で、そこから新しいアイデアが生まれたり、そうじゃないと競争に勝てないですね。勝てないんで。ご自宅ではどんな感じなんですか？家ではあんまりちょっと時間がなくて、割と休みの日も仕事に出てたりするので、そうですね、ここでの時間の方が多い感じ、仕事の場での時間の方が。元気印とうちの影のゴッドマザーです。お客さんが書いてくれてるマンションなんですよ。この白い扉のとこでずっと19年やってて、母親が家で手作りでパン作ってたんですよ。それが原点かもしれません。それがすごく楽しみで、子供心に。40円の会社レシートのお渡しでございます。ありがとうございます。食べます。こんな店1週間頑張った自分へのご褒美。なんか徳井シェフ何でもやりますね。ね、何でもやるんですよ。もうね何でもやるんです。
一人店主です今でも気持ちは結構焼き濃いんですよ。焦げる時手前が一番美味しい。カントリーブレッド12分。これはどうですか？もう0点です何が悪いのかちょっとわかんないんですけど。生地は悪くないんですけどね、もう全然コートが割れないんですよね。得意シェフでも失敗するんいやですか？全然もういつも失敗、毎日失敗の繰り返しで、今日のやっぱりカントリーブレッドもやっぱりちょっといまいちだし、もっとうまくなりたい。パン作りにこう出会って、それを仕事にできてることが生かされているというか、いつもしてるので、まあいい仕事に出会ってよかったです。